池の表面を歩くことができる昆虫もいるのに、あなたが水面を歩こうとするとすぐそこに沈んでしまうのはなぜでしょう。また、池は冬に表面から凍るのはなぜでしょうか。その答えを一言で言えば極性です。水は単純な分子、酸素原子1つと水素原子2つからなります。それは生命に欠かせません。実は水は大人の体重の 60% を占めているのです。分子内の極性は水というありふれた物質に独特で生命を維持する特性を与えています。極性とは分子内での電子の不均等な配分です。水の中では酸素原子1つと水素原子2つが1つの水の分子の中で結合しています。まるで屈強なフットボール選手と可愛らしい幼児の綱引きのようです。酸素原子は水素より大きく、核により多くの陽子を持っています。このような正電荷は人の身体的な強さに似ています。正の電荷を持った陽子は結合中の電荷を持った電子を引きつけます。綱引きで力の強い人が力の弱い人を圧倒するように、酸素は公平な配分以上の電子を引き寄せます。それは水素が小さくて弱く、陽子の数も少なく、綱引きに負けて公平な配分以下の電子しか引き寄せられないからです。ですから酸素は水の中で負に帯電し、水素は正に帯電します。水の一分子中の結合は極性共有結合と呼ばれます。ここでの共有とは電子の共有です。しかし極性とは電子が均等に共有されていないことを意味します。水では酸素が負に、水素は正に帯電したものとして作用します。負と正は互いを引きつけるので、酸素は近くにある水分子内の水素原子に引きつけられます。水分子同士のこのタイプの結合は水素結合と呼ばれます。水素結合が起こるのは水中だけではありません。水分子とその他の物質極性を有するか、イオン化した物質との間でも起こります。水同士が結合する能力を凝集力、水が他の物質と結合する能力を接着力と呼びます。では、元の質問に戻りましょう。昆虫が水面を歩くことができるのはなぜでしょうか。水素結合によって生じた表面張力が水面に薄い膜を張り、ごく軽い昆虫はその抵抗力で歩くことができます。しかし、あなたは歩けません。水素結合はあなたを支えられないからです。なぜ氷は水に浮くのでしょう。ほとんどの物質では固体は液体より密度が高いです。しかし水の場合は違います。氷の水素結合においては分子間の距離が液体の水の場合に比べ離れています。分子が離れるほど密度は低くなります。そのため氷は水より約 9% 密度が低く、氷が水に浮かぶのです。湖が表面から凍り始め、魚が毎年寒い冬にも生き延びられる理由はそこにあります。水の分子の極性と水素結合の結果が水の特性を作り出しています。あなたの細胞の中の水から世界中の海まで水が特別なのはなぜでしょう。それは単に水が極性分子だからです。学びが好きな人はぜひチャンネル登録を。猫の視点で見る世界史からもっと聞き上手になる方法まで、様々なテーマの新しい動画が毎週公開中。好奇心を糧に知識の幅を広げましょう。